シノビバトル？あ、聞いたことあるわ。それ今度野々木公園でやるイベントでしょ。優勝チームにはトレーニングルームの年間パスポートが贈られるんだって。じゃあ1年間もトレーニングルームを使えちゃうの？すごいわね。それでそのイベントに出たいって？最新施設をみんなで使えるチャンスだし、それに私が出ることでもしかしたら運動に苦手意識がある子たちに希望を届けられるかもしれない。あんな風に動けるようになってみたいって思ってくれて、トレーニングを前向きに頑張れるようになるかもしれないって。なるほどね。確かにこの前の配信でもダンスがうまくできないって声や運動苦手だって声があったものね。ええ、でもリスクはあるわよね。一般のお客さんもたくさん見に来るイベントだから、私が出ることで騒ぎになるかもしれないし、ファンの中には知らない人たちとチームを組むことを気にする人もいるかもしれない。難しいね。そうね。でも私はやっぱり参加したいんだ。少しでもファンの子たちの力になれる可能性があるのならやってみたい。はるか。私は賛成だよ。私ちょっと思うんだ。目の前のことを一生懸命頑張ろうって思っても失敗しちゃったり、うまくいかなくて落ち込んじゃったり、できないから諦めようって思っちゃう人もいるかもしれない。でもそんな時憧れの人が目の前ですっごく頑張ってたら、もうちょっと私も頑張ってみようかなって思えるかもしれないって。私はそうだったんだけど。みのり、確かにはるかちゃんが自分の知らない人たちと一緒に何かをしてるのはちょっとだけ焼いちゃうけど、でもはるかちゃんの頑張ってるところを見るのはすっごく好きだし、応援したいって思うんだ。そうね、はるかちゃんが真摯に頑張っていればファンのみんなは応援してくれると思うわ。そうだわ。その子たちのために一緒にトレーニングする配信をしてみたらどうかしら。それで本番で立派に頑張るはるかちゃんを見たらきっと大きな希望をもらえると思うの。ええ、そういう企画をやってみてもいいと思うわ。ファンのみんなには事前に説明をしておかないとね。次の配信でできるように準備しましょう。みんな挑戦してきなさい、はるか。それで何としてでも優勝してくるのよ。優勝してたくさんの人に希望を届けてきなさい。ありがとう。私挑戦してくるよ。よし、全員集まったな。桐谷、明人、協力感謝する。特に桐谷は難しい立場だろうに付き合わせてすまない。いえ、大丈夫です。あれからファンのみんなに説明して大会に出る意図は理解してもらえた。応援してくれるみんなのためにもこのイベントちゃんとやりきらなきゃ。つうか本当にあの桐谷遥とチームを組むことになるとはな。これからよろしくお願いします。というか普通に接してもらって大丈夫ですよ。お互い遠慮はない方がいいと思うので、やるからには優勝目指して頑張りましょう。
ああ、当然だ。よろしく頼む。よし、それでは最初にルールをおさらいしよう。忍びバトルにはステージが3つ存在する。メンバーがそれぞれ担当のステージを攻略して合計タイムを競うわけだな。ま、全員が自分の担当ステージを最速でクリアすりゃいいってことっすよね。そうだ。そして各々が担当するステージは事前に決めておいた通りだ。まず第1ステージの雲歩きと丸太渡りはこの俺天馬司だ。雲歩きは左右に1枚ずつ壁が設置され、足が地面につかないように渡っていく競技だな。雲のように両手両足を広げて壁にくっつけて移動することになるから、腕も足も相当の筋力が必要なんすよね。ああ、それに丸太渡りも侮れん。横たわった丸太にまたがって対岸を目指す競技で、綱渡りの丸太版といったところだが、手足を滑らせると落下する可能性も大いにある。なるほど。天馬さんはショーのために体を鍛えていますし、こういう筋力が必要そうな種目は向いていそうですね。ああ、第1ステージは俺に任せてくれ。だがアキトが担当する第2ステージの苗木跳びと水雲も相当だぞ。まず苗木跳びは苗木に見立てた跳び箱を飛ぶ競技だな。これも高さが8段以上あるという話だ。普通の跳び箱とは高さが全然違うしな。飛べないことはねえが、かなりのジャンプ力が必要になりそうだ。それに加えて水雲だ。水雲という器具をつけて棒を使いながら水上を歩く競技ですよね。ああ、浮き輪の中心に足を乗せる場所があって、それを水平に動かしながらゴールを目指すんだが、これは重心をどう動かすかがポイントになってくる。棒が支えとして使えるとはいえ、片方に体重をかけすぎると沈んでしまう。最初に確認した時も思いましたけど、普段あんま使わない筋肉を使うことになりそうっすね。確かにちょっと大変そうですね。でも東雲くんは毎日ランニングや筋トレをやるのが日課なんですよね。それなら体幹も鍛えられていると思いますし、練習すれば十分いけると思います。そうだな。まあやってみるか。そして最後の第3ステージが桐谷に挑戦する壁登りと鉄棒跳びだな。壁にある突起を伝って頂上を目指す競技と、宙に吊るされたポールからポールに飛び移る競技だが、事前に話していた通り最難関の競技だな。落下や突き指の可能性もある。怪我には十分に注意してくれ。はい、ありがとうございます。でもやるからには全力を尽くします。確実に優勝を目指していきましょう。ああ、頼りにしているぞ。競技のおさらいは以上だが、それぞれ違う筋肉が必要になりそうだな。競技に合わせて効率のいいトレーニングをしていきたいとこっすね。本番まであんま時間ないですし。そうだな。ではまず筋トレメニューを考えるところからか。それなんですけど、実はお二人に見てほしいものがあるんです。見てほしいもの？はい、このノートに本番までにやるトレーニングをまとめてきました。優勝できるように本気で考えてきたので、よければこのトレーニング方法を試してくれませんか？おお、それはありがたい。それで一体どんな内容が。
はあ